どうも、ドクオタアッキー、間違えた、釣りオタチヌッコーです。モンキー125、買っちゃいました。やっと納車された。めちゃくちゃ嬉しい。いつもよりテンション高めでお届けします。ちぬこチャンネル、始まるよー。遡ること3年前、コロナ自粛期間中の特番としてモンキー 50cc のレストアをしました。諸事情あって企画は途中で打ち切りにしたんですが、レストアは完成していました。長距離ツーリングしたかったんですが、やはり排気量安全性に限界があって断念しました。ということで、モンキー125を購入しました。もちろんね、免許も取りましたよ。側検はね、1回落ちましたけどね。原付2種なので2段階右折の必要もなし、法定速度も60キロまで OK です。このモンキーは2021年モデルの5速マニュアルです。エンジンは 123cc の風冷短気筒 9.4 馬力。ほぼ純正ですが、実はホイールだけ交換しています。50cc と比べるとボディサイズが大きくなりました。全長 1710mm、全幅 755mm、全高 1030mm、シート高 766mm。ちょっと横に並べて比較してみます。よいしょよいしょ、ごめんね。よーし。圧倒的にサイズ感が違うので、こんなのモンキーじゃないと私も最初は思いました。でも安心してください。ちゃんとモンキーでした。例えばデザインも全体的に丸みを帯びていて、シンプルな可愛らしさが残っています。この動画を最後まで見てもらえれば、オールドファンもきっと欲しくなるはず。それではスタンドを上げて取り回しチェックをしてみます。重量は104キロ。でもすごい重いわけじゃないので、取り回しは問題なさそうです。部屋が狭いので、確認はできないんですけど、小回りも結構効きそうですよね。次にフロント周りをチェックします。随所がメッキになっているので、一昔前のネイキッドっぽい感じです。灯火類はすべて LED、ヘッドライトは丸めでネオレトロな印象です。キーをオンにします。そうするとこのラインが光ります。ウインカーを入れてみます。はい、シンプルな丸いウインカーで、こちらも LED。エンジンをかけます。そうすると上、ここが光ります。ハイビームは下が光りますね。テール周りもシンプルな丸い形で、キーを回すとブレーキランプの周りが光ります。ブレーキをかけると全体が光ります。ウインカーを入れるとこんな感じ。タイヤは前後12インチ、オフロードバイクなどに装備されるブロックタイプです。ホイールは購入時点で他社製だったので、純正よりも 2.6 キロ軽量化しています。ブレーキは前後ディスクブレーキ、倒立フロントフォーク採用で ABS を標準搭載、ツインショック式リアサスペンション、ボディカラーと同色のスプリング、メッキガードがついたアップマフラーは迫力があって 50cc モンキーを彷彿とさせます。キーをオンにしてみます。今気がつきましたか？キーをオンにすると可愛らしい演出があります。もう一回やりますね。オン。ここ目がパチパチします。メーターは速度計、オーディオメーター、トリップメーター、ウインカーインジケーター、ガソリン燃料計が備わっています。左側のハンドルスイッチはヘッドライトの灰色を切り替え、ホーン、ウインカー。右側はキルスイッチ、スターター。燃料タンクは丸みを帯びた形でツートンカラー、オールドウィングマークの立体エンブレムが映えますね。タンク容量は 5.6 リットル、給油口はここ。シートは分厚く大きめ、タックロールといってボコボコになっていてクッション性があります。サイドカバーの中には六角レンチとヘルメットホルダー用のワイヤーが入っています。鍵穴カバー付きのヘルメットホルダー。それではエンジンをかけてみます。スターターはセルのみです。キーをオンにしてニュートラルランプを確認してスターターを押します。燃費はカタログ値でリッター70キロです。株と変わらない驚きの低燃費を実現しています。静かなエンジンですがパワフルで鼓動感が心地いいです。それでは足つきをチェックします。シート高は 766mm で私の身長は156センチです。
足つきいいです。ちょうどぴったりサイズ。シートは厚みがあってお尻の痛みも少ないです。サスペンションも柔らかくて沈み込む感じ。乗車姿勢は前傾も少なくて楽。いいポジションで座れます。これなら長距離ツーリングでも疲れにくそうです。ちぬこチャンネル。このモンキー125、昔ながらのデザインは踏襲しつつ豪華装備で生まれ変わった新時代のモンキーという印象です。早速試乗したいんですが、その前にちょっとだけカスタムをします。ホンダキーリングとキーホルダーでは、こちらのキーにつけていきます。もうこれはつけるだけ。お、赤でかっこいいです。これレザーのね、質感がいいですよね。ちょっとすーちゃんはい、完成。こちら両方ともタンクに当たってもタンクに傷がつきづらい素材になってます。モンキー125のバージョンも売ってるんですけれども、それがね、黄色しかなかったんですよね。赤で販売されているダックス選びました。竹革ニーグリップパッド、両面テープで貼るだけです。ペッタ間違えた。ペッタここだ。よし、いいですね。反対側も同じようにつけます。これはタンクへの傷防止と、あとバイクに乗ってる時にどうしてもね、膝にグッと力を入れなきゃいけないので、その時にね、こうグッとここにグリップがあってクッションになることで疲れを軽減してくれます。竹革グラブバー外します。ここのナットを外します。この2枚のワッシャーは取っておいて、リアショック外して、よし、その奥のこのワッシャーですね、外します。ちょっと戻しておきますね。説明書には書いてないんですけれども、このね、マフラー側外そうとすると干渉して外れないので、このマフラーカバーも外さないといけないですね。六角レンチで3箇所留めてあるので外しますね。はい、外れました。リアショックを外して中のワッシャーを取り出します。そしたらこのリアフェンダーを後方にずらします。そのために4箇所止まっているところがあるので外します。よし、4箇所外したらフェンダーを後ろにずらして OK。 よいしょ。はい、ちょっとね、ここの隙間を開けてそこに差し込みます。よいしょ、 OK。 ギュッと挟んで、この穴に差し込んでこれで止める。はいはい、 OK。 そしたらリアフェンダーとリアショックとマフラーの外した部品を全部戻していきます。はい、完成しました。これでね、取り回しが楽になります。ラムマウント、まずこの4つあるうちの左下、マイナスドライバーでカバーを外す。六角で外していきます。はい、付属の部品に丸いの差し込んで同じ場所にはめます。OK。 そしたらこれですね、挟んで軽く留めて、このマウント部分を同じように丸いところにはめて、ネジを締めたら完成です。簡単はい、これでね、こう自在にスマホが設置できます。こういう動きするんで、電源ボタン当たらないように挟んで、これだけじゃね、ちょっとあれなので、この裏のゴムですね、4箇所留める。はい、取り付け完了。これで、ナビを見ながらね、運転することができます。ちぬこチャンネル以上、モンキー125納車動画でした。次回はいよいよ初ドライブに出かけて乗り心地をレビューします。お見逃しのないようにチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画制作の励みになります。その他のおすすめ動画も見てみてくださいね。